しんちゃお、どうも覆面トレーナーいさむです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日も質問にお答えする動画を、撮っていこうと思います。でこの質問をですね早く答えてあげたかったなと、思ってます。すいません。質問内容としましては、3ヶ月入院していたため筋肉が落ちて今までの筋肉トレーニングを教えていただきたいですという質問です。おそらく、僕が前十字靭帯を断裂して入院していたっていう動画を見ていただいて、質問いただいたんだと思うんですけれども、まずですね、何で入院しているかとかも書いていないので、具体的にこれをやった方がいいっていうことを明言することはまずできないなと思ってます。で、これからお話しするのは僕が勝手に、やっていたことになるので、これを真似したらいいとかそういうことではないっていうことだけご了承いただければと思います。はい、で僕は一応映画のリハーサル中だったんですけど、飛び三段蹴りっていう飛び蹴りをやった時の着地で、左足の膝の前十字靭帯を断裂してしまいまして、でそのまま入院してで手術をしてでリハビリをその入院期間にやっていた。だいたい合計1ヶ月ぐらい入院してたんですよね。でまずはとにかく僕はずっとアクションを仕事としていたもので、この前十字靭帯っていうのを断裂すると本当にスポーツ復帰も難しいっていうのは知ってたので、どうしようっていうのがまずすごい大きかったですね、メンタルのショックが。だけど、メンタルのショックをずっと持っていても前には進めないって思ったんで、とにかくマイナス精神を削っていかなければいけないと思ってですね、まずは、足の手術が終わった後足が曲がんない状態で、ベッドにずっと横たわってなきゃいけないんですよね。で、足に力が入らないんですよ、全く指も動かせない状況なんで、とにかく足は何もできないなと思ったんですよね。でも僕はずっとトレーニングはしてたんで、もちろん体も動くなって自分で思ってたし、なので、それをゼロにはしたくないっていうのをすごく感じてですね、これは先生の許可をもらったとかそういうことではなくて、勝手に僕はベッドの上で上半身のトレーニングだけはもう手術のもう次の日ぐらいからもう始めました。それが、きっとメンタルが落ちていかない一つのポイントになるんじゃないかなって自分で思ったので、こういう状態にしかなれなければ、もうこうやって後ろの腕立て伏せをベッドの上でやったりとか、足はもう上がった状態なのでちょっと腹筋上げてね、腹筋のキープをしたり、こういった、簡単に大きく動かないでできる上半身のトレーニングっていうのも次の日から、始めました。なので、上半身はほとんど変わらなかったですね、退院するまで。ただ足は本当になんていうんですかね、これ何回も言ってるんですけど、あっという間にガリンガリンになったんですよね。全然歩かないからです。歩かないし力も入らないので、左足がとにかくもう本当に棒みたいになっちゃって、で、そこからリハビリに入っていくんですが、もうリハビリはもう先生に言われたものだけしか僕はやってないです。理学療法士のリハビリの先生に言われたもの、まずは指先を動かしていくところから始まるんですけど、で雑巾を引っ張ったりとかっていうところからだんだん足首動かしていって、あとは膝をね、膝が全然曲がらないんで、それを力で徐々にストレッチみたいなもんですごい痛いんですけど、徐々にも曲げていくみたいな、リハビリ。それからだんだん、両足の足を曲げていくスクワットみたいなものを徐々にやっていって、で階段を上るまでが結構大変だったんですよね。で歩行自転車みたいな感じでちょっとずつこういうバーを使って歩くところから、だんだんバーを外していくみたいなリハビリが足のトレーニングでした。で、松葉杖ぐらいからはもう別にケンパでも別にケンケンでも移動できたんで、その時にはもう左足のなんていうんだろうな、固定っていうのは外れていたので、そうなってからは右足の片足スクワットとかっていうのは、やってました。要は、
怪我をしてしまった部分を一切使わないトレーニングっていうのも病室にいる間から僕はやってました。これがいいのか悪いのかっていうのは、これは分からないので僕の勝手な判断で、その時トレーニングっていうよりはもうアクションをやってたし、僕はすぐに復帰しなければいけなかったんで、そのリハーサルで怪我してしまったその映画もまた僕が復活したら再開になるので、とにかくもう早い復帰を目指して僕はとにかくできることをやっていたという感じです。で、この方多分3ヶ月入院してて、筋肉が落ちちゃって、その後に何をすればいいかっていうことを多分、質問いただいてるんだと思うんですけれども、僕はもう2パターンに分けて考えていて、それ以前にやっていたトレーニングをまず戻していくっていう、できなくなってるんで、それをまた、習慣にして戻していくっていうものと、僕は左膝だけが異常に弱くなってたんで、左足のトレーニングだけは別個で、やるようにしました。要は左足だけを強くしていくっていうものですね。っていうこの2つに分けてやってました。なので、結論としてはですね、入院したからといってこういうトレーニングをしたっていうのは、基本的には僕は左膝を怪我したので左足の、トレーニングを重点的にしたっていう、これだけが変化。あとはもう元の通りに戻しました。なので、質問いただいた方がですね、どこを怪我したのか、なんで入院したのかっていうところによると思いますし、もし怪我じゃなかった場合は運動していいのか、体をどこまで動かしていい、心拍数をどこまで上げていいのかっていうのはちゃんと先生に、相談をする必要が、あります。なので、そこの判断っていうのは、ちゃんと聞いてからやるようにしていただきたいなと思います。僕は怪我の場合、左腕を骨折したら僕は右腕の片手腕立てとか、ここを使わないものは基本的にはずっと僕はやってきたので、怪我してない部分なので、僕の体験談としてはそういうことをやっていたという感じです。なので、もし怪我なのであれば、その怪我した部分っていうのを重点的にやりながら、全身のトレーニングっていうのを取り入れていくっていうのがとにかくいいと思います。はい、ただ左膝だけを怪我したからそこだけをやってたら、僕は多分上半身も落ちちゃってたし右足も落ちちゃってたと思うので、そこだけをやるものと、あとは全身をちゃんと鍛えてあげるものっていうのをね、ぜひやってみていただきたいなと思います。やっぱり入院するっていうのは本当に体力、筋力一気に落ちるなっていうのをもう本当に身をもって、知ったので、僕もだし、どうしても今まで生きてきて培ってきたものっていうのがなくなってしまうので、うわまた一からかって僕も思いましたし、思ってしまうかもしれないんですけど、これ必ず、復活していくっていうのは僕も分かったし、僕も、そのアクションの復帰っていうのを、痛いながらも、できたので、必ず元の、完璧に元の状態に戻るっていうよりは元のように、筋力は戻っていくと僕は思っているので、ぜひ諦めずに、頑張っていただきたいなと思います。はい、ということで、大丈夫でしょうか。すいません、遅くなってしまいましたが、無事にね、どんどん回復していっていただけることを願っております。はい、ということで、今日は、入院した後にやってきた僕の筋肉トレーニングについて、お話をさせていただきました。はい、ご視聴ありがとうございます。またですね、こういった質問の動画だったりとか、よく質問を受けることだったりっていうのはこの動画でも、共有していきたいと思っておりますので、もしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。で、今僕らがやっている、プライベートジムアクションスタイルでは2周年キャンペーンっていうのをやっております。概要欄にホームページの URL があるので、ぜひね、このキャンペーン中に遊びに来ていただけたら嬉しいです。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。アクションクロストレーニング。楽しくなければ意味がない。楽しく体を動かそう。
あなたの参加を待ってます。パーソナルトレーニングジムアクションスタイル。